こんにちは。おっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、ラバーバウィナーくんが大暴れしていきました。なお、出番はあと1回あるだけの模様。ヒーロとトロワよりは出番多いですね。ということで今回から DC ルートです。ポセイダルルートとの明確な違いは序盤に強化兵がそれなりに出てくることですね。ただし数はそこまで多くないという特徴もあります。とりあえず手に入ったばかりのケイラさんをメタスに。本当になんでこんな低いレベルで加わるんでしょうね。R&B 以下なんですが、完全にメタスかコアブースター前提のレベルです。ということで10段階改造が解禁されたので、改造をしていきましょう。ひとまずは手に入ったばかりの量産型ニューガンダム。10段階改造は特に必要ないですが、普通の5段階改造をしておきましょう。インコムはどうしても切り払いされるし、弾数が少ないですからね。そして次はエルガイムマーク2、F91、ビギナギナ、ノーベルガンダムという主力機体の武器を改造だ。資金に限界があるので、機体性能よりも武器攻撃力を優先します。資金がすでに100万ぐらい消えています。資金がヤバそうなので、ビームリボンはほどほどの改造で。次にユニット性能。ひとまずエルガイムマーク2、F91、ビギナギナ、ノーベルガンダムの運動性をちょっとだけ改造。強化パーツ込み200に乗せれたからひとまずはいいかな。ビギナギナは200に乗せるにはもう少し改造する必要があるので、手前で止めときます。そして最も火力の足りてないヌーベルさん。本当は3000台には乗せたかったところですが、資金が足りませんね。ユニット性能を改造する資金も足りないので、また今度ということで。旧作品スパロボっぽい部分、普通に主人公パイロットが伝令に来る。この間にはパイロット以外の乗組員が少なすぎます。ということでシナリオスタートです。コロニーに乗ってるザキ界が G3 ガスを注入してるらしいので、6ターン以内に撃墜できないとゲームオーバーです。そして敵はケリーさん。ケリーさんは相変わらず大して強くないのでどうでもいいです。このステージの強化兵は3人。ブラウブロが2体、エルメスが1体です。DC ルートではこんな感じで強化兵が出てきますが、ポセイダルルートの最後の DC 戦みたいに、全員が強化兵とかいうわけではないので、きっちりと1機ずつ対処すれば問題はないです。以前出てきた時と同様ですが、ブラウブロ、エルメスは攻撃力が非常に高いものの、走行が低いので、距離感さえ間違えなければそこまでの脅威ではないです。DC ルートではラフレシアとか出てきませんしね。ひとまず2回行動ができるエマさんだけが接敵できるくらいの距離まで来ました。強化兵の反応値は200。ちょうど2回行動できるレベルになっています。迂闊に近づくと、サイコミャ式メガ粒子砲2発で軽く落とされますね。射程も7まであるので、射程外から攻撃するということはできなさそうです。
7を超えるのはファンネルかガンタンクかボールぐらいですからね。高性能レーダーとかつけてもいいけど、パイロット性能が足りてないのでそんな余裕はありません。ひとまず手前のブラウブロのみの射程へ侵入。暗礁中域にいるので、そこそこの回避率はありますね。このそう簡単にやられはせん。そこだ。これくらい避けてみせる。まあまあなダメージでしょうか。気力100だから仕方ないところはあります。ザンジバルに使うエネルギーの余裕はないので、適当にビームライフルで反撃。ぶっちゃけ強化兵以外はただの雑魚なので、適当にやって平気です。微妙な。避けれればアドなので、ここは反撃します。邪魔なんだよ。しまった。パワーダウンか。うかつな。強い。ということでお約束通り当たりました。頑張って避けましょう。邪魔なんだよ。見切った。なんとか生還。危ない橋を渡りましたが、エルガイムマーク2程度の走行と HP なら一撃で落とされないということを知れたのは大きいです。と言っても危険なので、おとなしくエルメスともう一体のブラウブロは挑発しましょう。せめて先制攻撃仕掛けられるならいいけど、急に動き出されると困るからね。バーニーの命中率が 100% だ。運動性はほどほどな上に限界は低いですからね。攻撃を当てるための部分は武器命中率で補ってますし。いや、こういう調整ができるなら他のやつもこういう調整にしなさいよ。主にゲストとか、オーラバトラーとか、ウィル・ウィプスとか。アムロさんに攻撃当てるために運動性上げたら運動性300になっちゃった。てへ。とかやってる開発と同じ人が調整したとは思えませんね。おかしいと思われてたエルメスとブラウブロが、実は要調整だった説。ということでブラウブロとエルメスには挑発をかけているので、もう前に出ても大丈夫。6回を落とすためにも、ダバさんは切り込んでいきましょう。メタスに乗ってるケイラのレベルが低いので、回復量が少なくてそれなりに減ってるのが気になりますが。まだ戦えるぞ。動かんというのか。バルバロですが、余裕でブラウブロより弱いです。武器性能かと思いきや、機体性能すらブラウブロの方が上でした。そしてバッククランが増援です。結構早い出現ですね。ただ、誰も動き出さないみたいです。ちなみに出現位置は DC の真下。距離的には近いですが、誰も動き出さないならしばらくは放置で良さそうです。びっくりした。そういえばプラズマリーダー持ってたわ。というか本来はこの機体の武装でしたね。GP02 につけられたり、オーグバリューに装備されたり、いろんなところに出過ぎて忘れてました。しかし当たったのはゼータガンダムだけ。バーニーはひらめきのおかげですが、エマさんは普通に避けましたね。ハンドランチャーでちょうどいい減らしになるドム。この人たち本当にドム乗るの好きだな。プラズマリーダーはあと1発あるようです。でも正直プラズマリーダーを撃たれるよりも、ブラウブロとエルメスが言ってる方が厄介なので、ケリーさんは後回しです。これがオールドタイプと強化人間の差か。回避はできませんが、命中率は十分です。当てれるならばなんとでもなるさ。直撃させる。
強い。邪魔なんだよ。はい。エルメスはグラウブロよりも HP が少ないので、楽に倒せそうです。ということでエルメスを撃墜。これで残りはグラウブロ1機です。熱血をかけなくても、ひらめきさえあれば十分ですね。このステージはボスクラスが弱いから精神ポイントの温存をする必要は特にないんですがね。エマさん次のレベルまであと1。見そうでなかなか見ない数字ですね。やはり2回行動でバンバン打っていくとエネルギーがなくなり始めますね。ポセイダルルートの時はフルアーマー弱視機械だったから弾切れの心配はなかったけど、そろそろコアブースターも使っていった方がいいかもしれませんね。ということでグラウブロ撃墜。これでこのステージの強い敵は概ね倒せましたね。無視されるケリーさんであった。S マインのダメージじゃないですね。どんだけ弱いんだこのザク界。そしてバッククランは未だ動かず。こっちから仕掛けない限り動いてこない感じなんですかね。ビギナギナとか見てると、エネルギー消費10で十分すぎる攻撃力が出せるパワーランチャーってすごい優秀だよね。まあ問題なのはパイロットが一般的に弱いとされていることですからね。そういう意味では、エルガイム勢も機体が強いのにパイロットが弱いという、ウィング勢と似たような評価をされていますね。それでもウィング勢よりも言われてないのは、やはりギャブレイの存在があるからですかね。まあギャブレイも集中持ってるだけなので、他のニュータイプに比べたら圧倒的に弱いんですが、ちなみにギャブレイの回避命中でも、ニュータイプ込みでカツモンドイーノの方が余裕で高いです。さあさらっとレッシーさんが危なかったですが、ザク界を撃墜しました。ついでにプラズマリーダーを撃たれましたが、予想以上に食らいませんでした。さっき半分くらい入っていたのは、ゼータガンダムが脆かっただけみたいです。現在 DC の残り戦力はバルバロ、ビグロ、ザンジバル、グラーフ・ツェペリン。バルバロはもうプラズマリーダーを打ち尽くしたので、全く怖くないです。ビグロに関しても、ぶっちゃけ HP が多いだけなので、正直ケンプファーの方が強いまでありますね。もらったな。そしてバッククランやっぱり動いてきません。正直 DC の残りよりもバッククランの方がめんどくさそうだから、そっちの警戒しかしてないんだけどな。ゴンドバウが急に突撃してくるのだけは避けたいところです。そういえば機動戦士ガンダム 0083、ジオンの残光が、期間限定配信されてましたね。昨日まででしたがね。1日だけなのが残念です。裏木の声優である、堀川亮さんのメッセージもありました。なお、ジオンの残光ではバルバロの決戦シーンはカットされているので、ケリーがただのジャンクやとかしてるという。モビルアーマーの修理をしてると思ったら、急にシーンが飛びました。
あくまで裏木の葛藤部分がメインであり、ケリーさんはただのおまけだった。さて、ザンジバルとグラーフ・セペリンは幸運をかけて倒したいところですが、幸運が使えるのがアム、リリス、ジャムしかいないという。妖精を除くとアムだけですね。さてそれじゃあ一丁行きますか。こっちが不利か。遠距離からの攻撃か。あまりにもバッククランが近づいてこないので、射程外から仕掛けていきましょう。ゴンドバをさえ叩けばそこまで怖くないからな。ザンジバルをもう少し減らしたいけど手頃な減らしがないので、ダバさんで手加減で。ということでザンジバルはアムで幸運をかけて仕留めます。やられただと。ついでに近くにいるケリーさんを仕留めましょう。パイロットというのは因果な人種だな。ケリーさん撃墜。どうやらケリーさんはここで戦死するようです。特に出番もないままでしたね。0083のキャラの出番少なすぎではないでしょうか。味方だけでなく敵すら出番のない星屑勢であった。さあそしてバッククランはやっぱり動いてきません。こっちから攻撃できる範囲まで近づいてるんですけどね。グラーフ・セペリンにも手加減。こっちも同様にアムで幸運をかけて撃墜します。これで DC は全滅。残りはバッククラン。近づいてこないからこっちから飛び込むしかなさそうですね。バンバン撃たれてますが、アディゴしか届かないので問題はなさそうです。アディゴは攻撃力だけはあるから、気をつけたいところ。これビームだったんですね。サイコニャ式メガ粒子砲がビームじゃないのに、火粒子砲がビームになる不思議。戦艦の攻撃はさすがに痛い。一発くらい避けて欲しかったです。実はスレッダーさんこのゴンドバを相手に3発くらい外してる。60% ってなんでしょうね。
これでアディゴは全滅。ガルボジックも無駄に数がいるので、直線に並ばないよう注意しないといけないのがめんどくさい。ビギナギナのエネルギーが完全に切れてます。さすがに補給しないと攻撃力がなさすぎるか。とりあえず細かいのは減ってきたので、ガルボジックを仕留めに行きたい。気力が上がってるとはいえ、一撃か。いい攻撃力しております。こっちはちょいと残りました。ちょっと落とすのがめんどくさそう。ひとまずキャオで補給を使ってビギナギナのエネルギーを回復。そのままガルボジックを仕留めに行こう。これでガルボジック全滅。マップ兵器を撃ってくるガルボジックさえいなくなれば、困ることはないですね。ということで残りはガブロ山のみ。ちゃっちゃと片付けてしまいましょう。とどめは幸運を使いたいのでダバさん。ではなくエレ様。なのでここは手加減です。HP が10なので、何でも落とせますね。宇宙適正 B でも攻撃力が低くても問題ないですね。まあ必中は必要ですが。悪意に満ちたオーラ力よ。下がる。しまった、直撃か。女孤児、この世にあってはならん。ということでいつものイデオンガンイベントでした。どっちのルートでも最初にあるあたりは、救済措置なんでしょうね。ということで、クリアです。最初のステージだけあって、特に何にもないステージでした。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。